皆さんこんにちは。西洋保険の苔見沢です。今日は前回の動画の続きなんですけれども、いろいろな苔テラリウムのトラブル編をご紹介していきたいと思います。苔テラリウムね、やり始めてすぐの方ですとか、長くやっていると、どうしてもね、苔テラリウムのトラブルですね。これは誰もが1、2回は経験されるんじゃないかなというふうに思います。それで、私が今手元にある苔テラリウムの中で、トラブルになっている苔テラリウムですね、をご紹介しながら、よくある苔テラリウムのトラブルと、その対処方法についてご説明できればというふうに思います。ではですね、また一個一個取りながらやっていきたいと思いますけれども、代表的な一番やばいやつですね、いきましょう。開けるのもちょっと怖いんですけれども、こちら、これですね。ですが、これはですね、カビにやられてます。続いてこちらも、これもちょっと蓋取るの怖いんですけれども、はい、これも、カビにやられています。で、カビはですね、おそらく皆さん誰もが一度は経験されるんじゃないかなと思いますけれども、カビがなんで入るかというとですね、苔テラリウムの中に有機物が入り込んでいて、で、その有機物が分解されるプロセスとしてカビが登場してしまい、カビにやられてしまうと。で、カビにやられてしまう苔は、もうそこで成長が止まってしまいます。で、これまだ綺麗な方なんですけれども、これですね。これもよく見ると、小屋の万年草が、他の苔はまだ大丈夫なんですけども、この高野の万年草がですね、カビにやられてしまっています。先ほど有機物で発生すると言いましたけれども、苔テラリウムで苔を育っていると、植え付けた苔から新たに芽が出てきて、新芽が出てくるっていうようなことがあります。でその場合に、元々の親株がダメージでやられやすくなったりします。あとは水が多かったりすると、その苔自体が傷んできて、その苔が有機物なので、そのまま分解されてしまうと。カビの胞子っていうのは日常生活の中で普通に浮遊しているものなので、浮遊しているカビの胞子を除去するっていうのはまず難しいことですよね。苔テラリウムを作る段階で土だったりとかですね、その水もそうですけれども、なるべく有機物を使わないというようなことを気をつける必要があります。で、具体的にはですね、どうやってそれを防ぐかというと、こういうベンレートですね。ベンレート。これはホームセンターで買ってきたちょっと大きめのベンレートなので、こういう袋になってるんですけれども、Amazon とかでもっと使いやすい形でベンレート売られてますので、希釈してですね、こういうスプレーにして、でシュッシュと月に1回ぐらいですね、吹きかけておくと、ほぼカビもトラブルなく出てくることが少ないかなというふうに思います。カビ出てきてもですね、最初の初期段階であれば、ベンレートかけることによって、ある程度進行を防いでくれて、で、カビもなくなると。殺菌剤ですので、殺菌してくれるというふうに考えていただければと思いますので、カビ心配な方はですね、一つ買っていただいて、こういうちっちゃいミニボトルでですね、だいたい1000倍ぐらいに希釈して、ベンレートって粉なので、こういう感じで粉なので、1000倍って言ってもよくわかんないんですけども、すごいちっちゃいスプーンで、こういったスプーンがあるので、こういうスプーンでですね、ちょっとすくってポッと入れると。で、これ、振ってもらって、で、シュシュシュッとかけておけば大丈夫です。で、苔テラリウムやられる方は、ベンレートですね、一つ持っておかれるといいかなと思います。続いてですね、カビの話がまず出ましたので、これなんかも恐ろしいな、これな。続いてこのボトルなんですけれども、緑っぽくなってますよね。これはですね、藻ですね。藻が発生します。藻が出るということはですね、これもですね、中に有機物、栄養分が多くなってしまうと、この日光が当たることによって、で、それが藻に変わってしまうと。日の光によって、藻になってくるというようなプロセスになります。なるべく有機物を入れないということが
苔テラリウム基本になるんですけれども、私はですね、結構肥料をあげたりするんですね。液肥をあげたりすることがあります。で、苔の成長を促すために液肥をあげたりすると、藻がかなり出やすいですね。苔テラリウムをやられている方、肥料はもう全く一切あげない方がいいという方もいらっしゃいます。苔自体は肥料をあげなくても、もちろん水だけでですね、十分育ちますので、基本的に私も肥料をあげる必要ないんじゃないかなというふうに考えています。ただ大型の苔ですね、オオカサゴケとか小屋の万年草を特に増やしたい場合、巻き苔とかして新芽を出して、立派に成長させたいなと思う場合に、たまに液肥を与えることがあります。で、その液肥を与えると、やっぱりそのリスクとして藻が出やすくなるので、そこはしっかりメンテナンス、藻が出ないようにメンテナンスしていくと。で藻が出たとしても、なるべくきれいに拭き取ってあげたりとかして、対策をしていくことが重要かなと思いますが、そもそも、普通に苔テラリウムをやる場合は、肥料はあげない方がいいかなというふうに思います。あとはですね、この中の土を有機物を含んだような土を使わないっていうことも結構重要になってきて、西洋苔園で使っているベースの土があるんですけれども、苔テラリウム用のこのベースのソイルですね、いろんな土を混ぜて使っていますけれども、藻が発生しにくいような、ちょっと成分も入れたりとかしながら苔テラリウムを作ってますので、基本的に藻が生えることはないんですが、皆さんは結構場合によっては藻が生えてきたりすることもあるのかなと思います。藻が出やすいということは、カビも発生しやすいということになりますので、気をつけていただければというふうに思います。あとはですね、この茶色くなってしまってますけれども、これは日にやられてます。西日に一度やられまして、これも茶色くなってしまいました。ということで、続きまして、こちらの苔ですね。細葉沖縄苔をですね、石に着生させてきれいに上手に育てていたんですけれども、茶色くなってしまいました。真っ白系というか、感じですよね。それで、下の方にちょっとまだかろうじて緑な苔が残っているという状態ですね。これは先ほども言いましたけども、日の当たりすぎです。私の自宅の環境とかが変わってすぐの頃ですね、まだこの作業場というか、こういった棚とかもなかったので、日差しの対策というのが2、3日できてなかった状態が続いたんですけども、これ一発でやられましたね。なので、特に西日は非常に危険です。直射日光は基本的に苔テラリウムを当ててしまうと傷んでしまうので、中が蒸れてしまって、直射日光、強い光、西日とかが当たると、日が当たることによって、このビニールハウスのような状態なので、中が高温になって水も蒸れてしまって、それですぐに苔が蒸されてしまうという状態ですね。もう、すごく立派に着生していたんですけれども、ちょっと台無しになってしまいました。ただこのままもしかしたら復活するかもしれないなと思って、まだ取っております。今後に期待ですね。はい、という感じです。前回の動画でもちょっとご説明したんですけれども、これは、こんな感じで、全体的に先ほどの細葉沖縄苔と同じような感じで、茶色くなってますよね。結構ちょっと違うのが、これはですね、日の光というよりは、薬害です。このアロマスプレーですね。をちょっと吹きかけてみたところ、アロマスプレーの希釈がかなり濃かったので、もう一発でやられてしまいました。アロマスプレーですね。除菌、カビ対策にもこういうヒノキオイル、ヒバオイルですね。これは非常に有効なんですけれども、こういったミニボトルで水を入れて、2滴ぐらい、1滴2滴ぐらいで大丈夫ですね。水とオイルだけです。で、一般的なアロマスプレーみたいにアルコールを入れたりすると、それももう一発で苔やられてしまうので、アルコールは使わないでください。水とオイルだけですね。で、1、2滴垂らすだけで非常にもう香りもいい香りしますし、防虫、殺菌効果も出てくるというふうになります。で、使いすぎるとこうなっちゃいますので気をつけましょう。また復活するのかどうかというところを見ているので、これはちょっとこのまままた置いておきますので、またご紹介できればなと思います。
前回動画でご紹介した、これも薬害にもやられてるんですが、虫ですね。虫はこういう虫とかこういう虫がこの中に入っていて、なんとか虫を除去できたんですけれども、見るも無残な姿になっていると、いう感じです。で、虫の対策についてはですね、前回の動画で詳しく解説していますので、こちらを参考にしていただければと思います。で、虫の対策に合わせてアロマスプレー吹きかけたんですけれども、ちょっとその希釈が濃すぎて薬害で、やられてしまった無残な姿です。こういった形ですね。あとは香料不足で徒長してしまうというようなこともあります。ちょっとそれを見せましょうかね。こちらはですね、今私が栽培しているオオカサゴケのトレイなんですけれども、これは農場から一つ持ってきました。で、よく見ていただくとですね、こちら。これだいぶ伸びてますよね、上にね。こちらも、本当はここで葉がきれいに開くはずの場所なんですけれども、そこからギュンと伸びてます。これなんかもそうですね。あとこれとかもそうですが、これは栽培途中でですね、意図的にこのトレイだけ暗くしたんですね。日の光をちょっと遮るような形で、ちょっと数日置いてました。3日ぐらいかな。そうした途端にもすぐこの徒長が始まってですね、上に伸びてしまいます。光が不足してしまうと、このように徒長してしまって、美しい姿にならないというような状態になります。で、他の苔はちょっともったいなかったんですけれども、実験のためにですね、こういうふうにちょっと徒長をさせてみました。最後は徒長のお話をしましたけれども、あとこれもそうですね。こちらも徒長してますけれども、これはですね、香料不足の徒長ではなくて、空気を遮断して密閉した状態、もうこういう状態ですね。で、ずっと置いてました。途中まで育成状態良かったんですけれども、空気を遮断してしまうと、それもまた徒長の原因になってしまって、こういう風に葉が開かなかったりとか、ひょろひょろっとしてしまって、そこで育成が止まってしまうとかね、そういう状態になります。徒長については、水のあげすぎと、このように光が不足してしまうことと、空気が密閉されてしまうというような状態で起こりやすいですね。まず、香料不足についてはですね、このような香料系を一つ持っておくと非常にいいです。で、苔にとって最適な明るさがあるので、私のブログにも解説していますので、そちらもリンク貼っておきますので、見てみてください。今日いろいろとご紹介しましたけれども、皆さんね、こういったトラブルに見舞われて、大切な苔テラリウムをダメにしてしまわないようにですね、気をつけてきれいに育てていただければというふうに思って動画を撮りました。参考になれば幸いです。ではまた次の動画でお会いできればと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。さようなら。